前回までのあらすじ。キャラクター制作に確かな手応えを感じてきた久野さん。次は本作の肝となるマックス制作を開始。広大なフィールドの構築は初めての挑戦で悪戦苦闘。草木、環境エフェクト、ブレンダーを使った自動生成を組み込むも未だ理想の見た目にはならず、今回はそんな試行錯誤を繰り返すマックス制作の続き。果たしてうまくいくのでしょうか。木の根の道。地面からまがまがしく生えている木の根を道として使用したい。これを実現するためにルーイーのスプラインメッシュで作成。おう、ちゃんと道になってる。スプラインでの道の作成は以前からやってはいたんだけど、ブレンダーでカーブを使用した作成やモデリングしたものを使ってみたりだとか、どのやり方が見た目アークフロー的に最適か検証していました。また今回からねじれを表現できたり、部分的にスケールも立てられるように。こういう表現の幅が広がるのは非常にいいわね。洞窟の作成。地上ルートばかりだとユーザーも飽きると思うので、地下のルートを作成し始める。高低差の遊びを入れることは私も賛成だな。ダークソウルをやるとあの立体構造がたまらんってなるのよね。洞窟を抜けたらまた木の根を伝って地上に戻る設計。入り口の見た目が気になったんだが、これはどうなるんだ。こんな感じにしてみました。これはびっくり。完全に洞窟になってる。まあ購入したアセットが素晴らしいだけですけどね。ついでに内部も作り込んでみる。おう、一気に雰囲気が出たな。レースはこんな感じで良いでしょう。でもまだ洞窟らしさが足りないので、さらなるシステムを導入してみる。環境サウンドの実装。洞窟の内部と外部で環境音を変えてみる。わかるかな。洞窟に入ったら環境音が変わったのは。こっちは外の音だな。鳥のさえずりが聞こえる。こんな感じでシームレスに変化するように。でもまだ洞窟らしさが足りない。続けていくぞ。リバーブの実装。洞窟内部では足音が響くように。通常のサウンドに戻ったな。外では残響しないしね。次はボイスで実験。はいはーい、レベルアップしました。切り替わるときは残響がクロスフェードするんだな。レベルアップしました。こだわったポイントです。はいはーい、レベルアップ。洞窟ポストプロセス。洞窟内部では薄暗さと緑をベースとしたポストプロセスをかけるように、外から洞窟に移動するときはクロスフェードで移行します。切り替わりはスムーズで違和感はないけど、このポストプロセスに大きな映像の変化がないから気づきにくいかもね。僕はそれくらいでもいいかなって。感覚で変化がわかる程度がベストプラクティスのはず。ホリッチ植え込み。グラフィック向上のためにホリッチの種類を増やす。お花畑とか素敵やん。日々の労働で苦しむ我らにとってお花は癒しの一つなのさ。ちなみにホリッチはこんな感じでゲームをプレイしながら終えています。地道な作業だな。違和感あるところは手動修正になっちゃうのが辛い。洞窟もホリッチを追加してみる。クリスタルが増えてる。キノコも増えてるよ。焼いて食うとうまそうや。知らないキノコを食べるのは危険だから絶対やめて。おや、あんなところに青色のキノコが。なんか出てきた。そんなこんなで地中からこんにちはって感じで敵が出現するようになりました。ディアーズ・オブ・オール・ローカスの出現を思い出したわ。制作者も途中でそれを思ったみたい。そしてバトル BGM が変わりました。
こよく好きです。思わず聞いちゃうくらいかっこいいわね。戦闘ももっとかっこよくしないとな。 BGM に似てない形で。バトルが終わるとフィールド BGM になります。この辺りは以前と変わらずって感じか。曲が戻るときに冒頭から再生されちゃうから、その辺りも対応しないといけないです。攻撃だから売ってるじゃない。もっと丁寧に戦いなさいよ。へへへ、バトルが最初にすぎて最適な動きができなくなってる。そういえば今後はバトルシステムもちょっぴり変わります。ほうほう、どんな風に変わるんだ？それは秘密。でもバトル部分も作っていかないとね。システムもそうだけど敵の種類も増やせないと。あいつのレパートリーが少なすぎてくせにどうしようって悩んでたし。RPG の道中はプレイヤーのリソースをどう削るかが課題だからね。敵の種類が少ないというのはリソースを削る手段が少ないという意味でもあるし。そうだね、戦闘部分の制作も頑張ります。コメント返しコーナー。今回制作した部分のウォークスルー動画を流しながらコメント返しさせていただきますね。すごい。初めて拝見しました。とても素敵です。すんごい美しい。皆様ありがとうございます。褒めてもらえるのは大変嬉しいです。好きでやっているゲーム開発ですが、時折孤独は感じてしまうので、温かいコメントは本当に嬉しいです。それにし生活では褒められることなんてめったにないしね。あれ？生活では褒められないだと？もしかして僕の私生活闇深いのでは？大体の人が私生活上でめったに褒められてないって。やらねばな。ゲーム制作をやらねばなって意味で捉えているのですが、無理のない程度にゲーム制作をやるでよいと思ってます。やることにデメリットもないですし、ゲーム制作も習慣化しちゃうと、やらない日はログインボーナスを逃したような気になるので、そこまで自分の気持ちを持っていければ勝ち確っす。なんてこった。ウォークスルーの動画の尺がまだ残ってるのに予定していたコメントを読み終わってしまった。引き続き動画は流しておこうと思いますが、飛ばしたい方は10分33秒まで飛ばしていただくといいかも。
様でした。今回の制作物はここまでです。いろいろ入ったけどまだ目的地の塔までは遠いな。頑張っていくしかないね。次回の実装物は決まってるの？新しい敵やバトルシステム、ミニマップ周りを整備する予定です。そのあたりは早急に必要そうだな。それじゃあ今回の動画はこの辺りで終わろうかと思います。それではバイバイ。